こんにちは、トラスト企画あぶちゃんです。トラスト企画のみーくんです。そして花です。はい、久しぶりに 32GTR 紹介しますね、みーくん。そうだね。なんかいろんな車種最近紹介しすぎて違うんだよ、はい、買い取りがね、はい、バラエティーに飛んできちゃって、あー、なるほどね、いろんな車種が入ってくるから、はい、イメージをね、払拭しようと思って、これのね、そう、はい、いろんな車種をやろうと思って、なんかトラスト企画イコール GTR みたいな感じの身につけてますからね、なってる可能性があるのでまあいろんなことやってますよと。なるほどね。そうそうそう。まあ今日はね、ピンからキリまでっていうね、車を買い取りしてますよっていうのを伝えたくてやってました。はい。今日はもう実家に帰ってきたような安心感が僕はあるんですけど3人だからだろ。そう3人大好きで、今日はね32GTR 久しぶりに紹介させていただくんですけど、さっきねみーくんがピンからキリまでいろんな車が入ってきますよって言った中で、今日紹介するこちらのガンメタちゃん、これはどういう車ですか、みーくん。これはいいんですか、キリですか。極上車ですね。極上車出ました。ピンの方だ。これは買い取りなんですけど、綺麗だよ。なんかよくわかんないおじさんがこう来まして、乗ってきてくれたんですね。そう、査定してほしいってことで、下妻の方ですか。そうですね、皆間の下妻店の方に来ていただいて、で査定しました。でとりあえず思い切った数字をぶつけてみました。でそしたら検討しますということで、あれやばいなと思ったんですけど、売ってくれないのかなみたいな結構強気な数字言ったんですもんね。ほらやっぱ有名店あるじゃないですか、いろんなところにね、群馬だったり神奈川だったりね、有名じゃなくある意味有名な方もあるけどねある意味有名な方はあと下妻にもある意味有名なあるんですけど、まあいろんなところに問い合わせして見たいみたいな話もしてたので、もしかしてそっち行かれちゃうとまずいなと思ったんですけど、まあ思い切った数字をぶつけたんで、なんと売りたいということで、ありがとうございます。売っていただいたと。戻ってきていただきました。なるほど。もうね、僕らの背景に映ってますけど、このオーラが、新車のオーラが出てます。ツヤツヤ。一応まあお客さんの希望額っていうのは、まあ当然どのくらい欲しいんですかっていう話してもほら、分かんないみたいな話だったんですけど、実際こっちから金額をこう思い切った数字を1回しか言ってないんですけど、マジですか。1回しか言ってないのに。1回しか言ってない。この金額ですね、この金額で買い取らせてください。なるほど。そうするとうちの会社が50万ほど儲かるんでお願いしますっていうことで、それもちゃんと言ったんですね。言いました。うちの儲け分これですみたいな。なので相場とかね、業者オークションの相場とか見ていただいて、で大体このくらいですよと。なので実はまあうちも商売なんで、片手ぐらいは儲けさせてくださいよ。言っちゃったぞ。儲けさせてくださいよっていう話で、50万儲けね。で書いてもらって、なるほど。でやっぱ売りに来たんですよ。素晴らしい。それが多分鍵だったんじゃないですか。でもね、売りに来た人と実際の所有者は別だったんです。なるほどね。なんと代理みたいな。そう。最初に来た人は親戚の方で。なるほどですね。そういうパターンたまにありますよね。あるある。やっぱおとなしい人で、俺が帰りに査定してくるからみたいな感じで、そうそう、気の弱い人はね、なるほどね、お願いした方がいいっていうこともある。交渉喋り強い人にお願いしたいみたいな。でも今回は別に所有者の人も喋り悪いわけじゃないんですけど、そうですかそうですか。車の相場あまり知らないのかなっていう気がしてたんですよね。なるほどね。だって実際ワンオーナーですからね。ワンオーナーなんですか。だから要は新車で購入されて、それからずっと、新車で購入されて、実際新車価格を上回る査定金額を出してるわけじゃないですか。ガンって。ミーク、そこはまだ言っちゃダメです。そこは最後です。それ最後。それ最後。皆さんいくらで買い取ったかお楽しみにしてくださいね。言っちゃいそうだからペロって。
もう正直だからもうペロ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 言っちゃいますから。今日かかってない、今日かかってない。今日かかってないよ。ここノーマスクですから。かかってないですよ。もうペロペロ出ちゃいますから。はい。ちょっとはい早速ちょっと車見たいです、僕。見せてください。車ね、いつもべしゃりで割っちゃうんで。そう。今回は車見せますね。はい。これがその価格の32だと。なぜこの車が高くなるかっていうこと。はい。そこのポイントを紹介してほしい、それ。ね。気になる。はい。全体的、まず外装からいきますね。こう全体的に艶があるんです。艶ありますね。遠目から見てもわかります。ガンメタこう色をあせちゃったりとか艶がなくなったりするんですよ。で、こうオールペンとかしたりとかするんですけど、実はこの車は一回もオールペンしてない。バンドしてない。それでこの艶っすか。唯一ダメなところが一箇所あるんですよ。外装で。じゃあそこ。ここです。ちょっとだけね、もやっとこの辺。はい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 、そうです。はい。こっちはね、磨き屋さんが失敗して磨きすぎちゃって、下地まで行っちゃった。でもこの下はね、その人がやったんで。なるほどね。こすっちゃった。そう。ただね、やっぱモールとか、こういうモールとかね、バイザー。このスカイラインって入ってるバイザー。純正バイザーですよ。すごい。あんま見たことない。はい。あとこの辺、このモールの綺麗さ。はい。こう大体ガスガスになっちゃうからね。こういうところもほら全然ね。これ一回も変えてないでこの艶ですもんね。一回も変えてないんです。実は一回も変えてないんです。すげえな。よく変えてさ綺麗になってる車あるじゃないですか。ありますね。これ変えてないんですよ。なるほど。はい。でね、何がいいか。ね。外装はいいんですけど、さらに内装もっといいんですよ。内装こっちから見てもらっていいですか。何が違うか。まずダッシュボードとかハンドルね、もう、メーターフード周り、ね、こういうとこ浮いてないじゃないですか、ほら。全くピッカピカだ。でシートちょっと黒っぽくないですか。黒い。思いました。これが本来の色なんです。初めて見たかもしれない。本来の色。だいたいね、水色っぽくなっちゃってるんですよ。そうですね。色あせちゃって。そうですね。本当はね、黒っぽいんですよ、シートって。すげえ。外装開けた時にちょっとなんか色濃いなって思いました。濃いんです。で、しかもね、ここがね、このクッションがね、硬いんです。弾力もう硬って感じ。で、運転席もそうなんですけど、硬いんですよ。はい。だいたいへたってますからね。でね、一番の売り、別にそこどうでもいいじゃんって思う人はね、 GTR のニッチなファンじゃないです。本当ですか。はい。なんと新車当時の純正のデッキがついてます。出たーしかも動くという。はい。すごい音鳴ってる。はい。純正オーディオ。純正オーディオがついてるんです。このメーターの針とか見てください。3連メーターとかも赤いですね。赤いでしょ。すごい。すごい。こりゃすげえ。よく交換していろいろねなっちゃう、よくしていくっていうのもあるんですけど、これは一切してないっていう車です。はい。もう見ただけでもう欲しくなっちゃいました。本当にそう思います。だからその値段出しちゃったんじゃないですか。そりゃそうだよ。だって GTR といえばトラスト企画っていう感じだ。そうですよね。ここだけは負けられないっていうね。これはね、専門店にね、氷の専門店にも負けたくないんで。なるほど。1回しか値段言ってないの。すごいですね。でも32であの値段はすごいよ。本当に。ちなみに走行距離ね、見てみます。走行距離はね、7万2000キロ台ですね。はい。割と走ってるんですね、それでも。よく3万キロぐらいで走ってないやつとかさ、下手にこうなんか1万キロ未満とかであるじゃないですか。でもそういう車ってたまにダメな車なんですよ。少ないけど。あまりないけど、動いてなくて下回りとかそのエンジンルームとか錆びちゃってたりする車があるんですよ。中がちょっとカビちゃってたりとかする車ってあるんで、
これ一切ないっていうね。はい。じゃこの状態のまま適度に乗られてるっていうね。そうですね。素晴らしい。いきますね。はい。パカーン。おお。ノーマル。そう。まあ全くいじりがない感じで、はい、います。見てください。これ必見ポイント、皆さんに教えます。ここ見てください。クラセンの封印シールまだついてます。これですね。そう、それが新車時の証。コアですね。すごいね。これタイミングベルトもまだ変えてないんだ、多分。変えてないです。変えてないですね。新車の時から。新車のままだ。はい。まだあるんですね、こういう車世の中にね。はい。まあタイミングベルトはね、そろそろね、まあ10万キロで交換とかっつってるんですけど、年式的にそろそろ交換してもいいんじゃないですかっていう感じですね。そうですね。中期だ。まあ安全を考えたらね。はい。これね、整備する人ね、大体年配の人。あ、はいはいはい。あ、こういう整備の仕方は。教えます。若い兄ちゃんたちはあんまりやんないんですけど。点検したところって必ずチェック入れるんですよ。見てください。こういう黄色い、こういうのとか、みたいな、こういうの。あ、なるほどね。これ、ほら見てください。こことか。ああ、確かに。はい。ちゃんと閉めたよみたいなね。こことかほら見てください。あ、本当だ。はい。ね、こういうのほら。ちゃんと閉めたのをチェックしましたよっていう。ほら、こういうのもそうですけど、確認しましたよっていう。すごい多いですね。はい。こういうのはね、昔からやってる整備士の人は、こういうやり方をしてますね。なるほどね。はい。しっかり。自分で見ましたよ。はい。見たところはちゃんとチェックして、忘れないように。なるほど。やってます。じゃあ、これはちゃんとメンテナンスもね。はい。されてる。しっかりしたところでやってる。素晴らしい。はい。ああ、もうなんか感動しちゃった。俺もう言葉が出ない。すごい程度いい。すごい程度いいですね。この車がフラッと来たんですか？フラッと来るようになったのは YouTube のおかげですね。ありがとうございます、皆さん。本当に。多分 YouTube やってなかったら普通に神奈川とかね、群馬の方の某 C さんね、GTR 専門店とこで行っちゃってたということだと思いますね。それでもこれ店頭に並んでたらね、そんなああいう小売りのとこでもいいぐらいの程度ですよね。いや、小売全然 OK です。全然 OK の程度。全然 OK です。はい。100% このまま売るっていうんじゃなくて、多少なりともやらなくちゃいけないところはありますけど、実際ほぼ 95% 以上このままで販売できます。すげえ。はい。そんな車を買い取ってきたっていうか、買わせていただいたと。はい、そうです。ありがとうございます。はい。これはね、YouTube を見てるお客様の皆さんのおかげです。皆さんのおかげです。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい。車見てきました。はい。ここで、はい。最後に、はい。皆さんの気になるこちらの車の買取金額、はい。これ言っちゃっていいんですか？言っちゃって大丈夫ですか？はい。大丈夫なんですか？はい。いくらなんですか？ちなみに新車はいくらでしたっけ？新車これは V スペックとかじゃないので、一応445万円でした、当時は。当時ね。はい。それが、なんとでけ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 でんって感じですね。5万円ですね。違った。500万です。うわ1回しかやってないです。500万ですよ。1回しかやってないです。もうなんか今鳥肌立っちゃった俺。続々。はい。下手な駆け引きしてない。はい。車ね、業者さんって安く仕入れようとするケースって多いんですよ。そうですね。まあ知らないからっつって、最初下の方で言って、いやもうちょっとなんとかなんないですかね。こう粘ってこう最終的にこう予算いくらで売ってるからどうのこうの。はい。ワンプライスです。やば、男らしい。一発。駆け引きしないよもう本当に。この車はこうくらいの値段するから、ね、これですよと。なるほど。で、うちはね、これを買うことによって、ね、10%ぐらい欲しいですよ。だからね、50万っつって。そう。いや、まあ、550で売れると思ったから、ね、まあ、500でどうですか。うち50万儲けさせてくださいよっていう話をしたわけです。そこも正直に。はい。
そこ大事。明朗会計ですからね。そしたらね、売りに来た時ね、2人で来たんですよ。あ、所有者の方と一緒に。で、一生懸命動いてくれた人いるじゃないですか。最初に来た人。親戚の方。乗ってきていただいたんですね。ね、あちこちこうやってね、やってもらって。ね。一応ほら基本的に交通費出さなくちゃいけない。そうですよ。乗ってきて、あ、これじゃあ売りに来る時も乗ってきていただいたんですね。そう、乗ってきてもらって、まあ2人で所有者の人と最初に来た人2人で来たわけです。はい、2人でね行ってきて、でこの車のお金はほら所有者の方に行っちゃうじゃないですか。そうですね。はい。じゃあ最初に動いてくれた方にはとりあえずこれだけ出しました。手間賃出してくれるってことですか？キックバックします。やばーそれをみーくんから出したんですか？違います、会社のです。あ、会社の方からですか？500万以上出してます。だから最初。そんなこと言ったらみんな2人で来ちゃいますよ。違いますよ。違いますよ。違う。ね、ちゃんとね、うちに売りに来ていただいたんで、まあとりあえずそうですね。気持ちで感謝の意味込めて。感謝の意味で。実際ね、今ね32GTR って最初言った時よりもちょっと上がっていくかもしれないですよ。これ査定来た時から。あ、その短期間でですか？はい、上がってるかもしれない。これ買い取ってからどれぐらい？買い取って2週間ぐらいですかね。2週間で上がっちゃうってやばいよ。はい。上がってるんですよ。じゃあ結局得しちゃったみたいな感じですよね。こういうのを金額バンバン言っていくと、いっぱい入ってきて、うちが買ってどんどん上がっていっちゃうんです。得しちゃいますね。だってこれ500万って500万。多分ね、これね、信じらんない。専門店行ったら、おそらく800とか900万ぐらい売ってんじゃない？でもそうだと思う。もう倉庫に厳重にしまわれるやつですよ、これ。絶対。海外絶対欲しいです。フルノーマルだし。確かに。すごい。もうトラスト企画すごい。すごいとしか言えん。でもすごいですね。やっぱこういう車が入ってくるのも。ね、そうだね。でもそういうねトラスト企画知名度上がってきてますから、本当皆さんのおかげでね。ありがたい。ありがたい。ありがたいことにね入ってくるっていうこと。まあ割と YouTube でね紹介するのボロクソの車が多いですけど、こういうバリ物の買い取り実は一番大好きですから。一番大好き。そうです。もう32も33も34も。もう34だってもう実際紹介してないですけど、何台あるって感じですよ。何台あるんですかって買ってますよっていう話。すぐしまわないといけない。そうすぐ倉庫の方にしまっちゃってからね出すの億劫なんですよ。もうね奥の方にしまって。自分たちがだって出すのだって2時間ぐらいかかったりするんだから。本当。泥棒さんだって来れないよ。来れない。あれは出せないよ。2時間やってたらだって捕まっちゃうんだって。警察来ちゃうよね。そう。だからね紹介しづらいんだよね。なるほど。一回入れちゃうともう面倒くさくなっちゃって出せなくなっちゃってね。そこの場移すわけにもいかないしね。まあということなんでね。こういうバリ物の車実は一番大好きで、他のねGTR に関しては他専門店いろいろありますけど。トラスト企画は負けませんから、で実績もありますから、駆け引きしない。そう駆け引きしない。もうワンプラでこれですよドドンともう最初にこれ金額みたいな感じで行きます。気持ちいいですね。気持ちいい。はい。それでね買い取りさせていただければこうやって YouTube で紹介もさせていただいて一生の思い出に残るっていうね。そうですね。それがいいかなと思いますので、まだまだしまってね大事に持ってるオーナーさんもそろそろかなと思ったらお問い合わせいただいて、ぜひうちに売ってください。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はこれで終わりです。また次の車紹介でお会いしましょう。ありがとうございます。